多分ね、僕トランプ勝つ未来しか見えないっていう風に言ってたんですけど、ちょっとね、ひょっとしたらトランプさん負ける可能性あるかなと思ったのが、民主党の人たちがトランプとバイデンさんでぶつけたら、もうバイデンさん勝てないよねというのを共通認識になったんじゃないかっていうのが、むしろ僕はそれプラスだと思ってて、なので、トランプさんに負けるんだったら、バイデンさん押さない方がいいよねというのが、民主党内で多数派になると、バイデンさんに続投をやめさせるという選択肢が生まれるんですよ。要するにバイデンさんとトランプがこのままいくと、僕が見てる限りやっぱり7割以上はトランプ勝っちゃうんですよ、トランプさんが。でも、民主党の人たちが、これ、もう負けちゃうよ。どう頑張ってもバイデンを応援してたら、俺たち負けるよ。であれば、他の人をした方が、まだ可能性高いよね。っていう風に民主党内で結託して、バイデンさん降りてもらえませんかっていうところで、バイデンさんが降りるという判断をすると、ひょっとしたらトランプさんに勝つっていう白人の民主党の大統領が出る可能性があるんですよ。要するに、女性と黒人だとトランプ大統領やっぱり勝てないんですよ。白人男性というだけで強いから。なので、白人男性を応援したいよねと思うアメリカの白人男性って圧倒的に多いんですよ。で、トランプとバイデンだったらトランプの方がいいよね。でもそこで若くて不倫もしてなくて、トラブルも起こしてなくて、刑事裁判にもかかってなくて、で、それなりに政治的実績がある民主党の人が出てきたら、まあ、この人でもいいよねっていう形で勝つ可能性があるので、まだそっちの方が未知数なんですよ。要はトランプさんとバイデンさんだともう大体みんな心の中決めてるんですよ。誰に投票するか。でも、トランプ、バイデンじゃなくて、トランプ VS 誰かだと、そっちは未知数なので、ひょっとしたらこっちにだったら何か伸びるかもしれない。できることがあるかもしれない。この人だったらこういう形でいけるかもしれないみたいな、7-3でトランプ勝つよねと言ってる僕も、未知数だとすると、それの人がどう動くかわからないし、どう立ち回るかもわかんないので、ひょっとしたらトランプさんの勝率は下がるんじゃないかっていう、そういう期待感があるんですよ。例えば、ウクライナの大統領が元役者です。政治経験ありません。昔は大統領役でドラマで超成功したことがあります。いやいや、そんなやつがうまくいくわけないじゃんって多分世界中の人が思ってたと思うんですよ。ところが、ロシア・ウクライナ戦争が始まってみた途端、多分歴史上一番優秀な営業マンはゼレンスキー大統領なんですよ。要するに、ウクライナが支援している国に対して何かを返すってまだ全然言ってないんですよ。でも、アメリカからめちゃめちゃ兵器いっぱいもらって、ヨーロッパからもお金と兵器いっぱいもらって、で、日本からも支援金と防弾チョッキとかいっぱいもらってっていうので、もらった額ランキングでいくと、多分史上最高額もらってるんですよ、ウクライナは。で、その営業はやっぱりゼレンスキー大統領の結果なんですよ。ゼレンスキー大統領がずっとウクライナ製のセーター着て、で、現場に立って、で、戦争はまだ続いてます。俺たちの仲間がこれだけ死にましたっていうのをずっとやり続けて、日本から大量のしゃもじを送ってるわけですよ。もうウクライナの人大感謝だ。日本からこんないっぱいしゃもじが来て。っていう感じで、割と世界中からいっぱいしゃもじを集めてるんですよ、ゼレンスキー大統領は。っていうのがあるので、なので、営業マンレベルでいくと、めちゃめちゃレベル高いんですよね。でもそれは、もともと下半身でピアノを弾くような役者が、そんな能力あるなんて思ってなかったじゃないですか。でももう今、しゃもじのおかげで、ウクライナ頑張ってるんですよ。っていうのがあるので、ピアノ消毒してるのかどうか知らんけど、未知数な人っていうのが増えると、結果が読めなくなるっていうのがあったりするので、なので、民主党が全然別な人を当てるっていうパターンでいくと、結構まだ未知数の部分あるんじゃないかなというふうに思ってます。アメリカ大統領選挙で民主党候補の副大統領カラマ・ハリス氏が選ばれたことについてどう思いますか？ハリスさんが副大統領候補ということで選ばれたんですけど、ジャマイカ系のお母さんがジャマイカでお父さんがインド人だったかなっていう感じで、黒人系で女性でっていうので、黒人出身で女性出身の人で副大統領になった人は今までいませんよと。なので、そういう形でマイノリティの人が副大統領っていうのをつくのはアメリカにとっていいことですよみたいな話なんですけど、ある種その血筋を理由にするのってどうかと思うんですよね。例えばジョン・ F ・ケネディさんとかってケネディ家の一族から来ましたとか、小泉孝太郎さんとか、その小泉首相の息子ですみたいな、血筋とか親が誰々だからこの人はなんか価値がありますよみたいなのって、マイノリティ出身でインド系でジャマイカ系だから価値があるみたいな、この人はこういう血を継いでるから価値があるっていう言い方自体がどうなのかなと思うんですよね。もともと白人が多すぎたからマイノリティから選ぶことによって多様性を認めてるみたいな話になると思うんですけど、結局のところなんか血とか地位とか
親が移民であるとか、親の職業とか、選んでるのが、昔は親が金持ちだから息子はいいやつだったけど、今はなんか親が移民だから子供は移民の気持ちがわかるみたいな、結局その差別の方向性が変わってるだけで、差別自体はしてるよねっていう、差別というか区別、白人ばっかりじゃない黒人の方がいいよねっていうので、本人の実力とかじゃなくて、黒人だからこの人を選ぼうとか、インド人だからこの人を選ぼうみたいな、どうなのかなと思うんですよね。あと、僕そのハリスさんのご両親の見たことないのでわかんないんですけど、ジャマイカとインドの方で、ハーフで、インドの人も肌濃い、黒人ではないですけど、肌の色濃いじゃないですか。ジャマイカのもともといた人たちっていうのも肌の色濃いんで、黒人っていう場合ってアフリカ系アメリカ人を僕指すと思ってて、ジャマイカ人とインド人のハーフって黒人って言っていいのっていうのが、人種的に、そうだっけ、そこ黒人だっけっていう。なんかほら、インド人を指して黒人って言わないじゃないですか。インドでもめちゃくちゃ肌黒い人もいるんですけど、インド系とジャマイカ系で色が黒いから黒人って、黒人っていうので、ただジャマイカにもアフリカから来た奴隷もいたんですよ。スペインの人たちがジャマイカを占領した時に、スペイン語ではハマイカって言うんですけど、ハマイカを占領した時にアフリカから奴隷を連れてきたのがジャマイカだったっていうのもあって、なのでジャマイカに連れてこられた奴隷の道筋をたどるから黒人ということなのかなとも思うんですけど、ジャマイカ人とインド人で黒人って言われるとちょっとスッキリしないので、そこのどっちなのかは分かってから皆さん黒人って言った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、はい。分かってんの？知らないけど。有名人なの？ハリスさんのご両親って。ハリスさんっていう黒人系の女性の政治家の人がいたんですけど、今副大統領かな。彼女の場合も知名度と実績で言えば彼女の方が上なんじゃないかって言われてたんですけど、お金を集める能力っていうのがそこまで高くなくて、お金はやっぱりバイデンさんの方が集める能力が高かったので、結果としてそのバイデンさんが大統領選出ますよって時にカマラ・ハリスさんが応援しますよっていう形で折れたっていうところがあったりするので、お金を集める能力があるかどうかっていうのも結構重要だったりするんですよね。お金を集める能力は何かっていうと、お金持ちと友達になってお金持ちの人たちが喜ぶ法案を通す能力だったりするんですけど、バイデンさんはそういう意味でいくとお金持ちの人たちから結構お金がもらえたっていうのもあって、そこら辺が勝てたっていうのあるんじゃないかなと思うんですけど、僕はバイデンさんは降りた方がいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。トランプさんは良くないよねって言ってるアメリカ人の人は結構多いんですけど、だからといってバイデンもひどいよねっていう風に考えられてしまうんですよ。でそれやっぱ高齢だからというのもあって、日本だと80代の政治家っていうのいっぱいあるんですけど、認知症ではないと思うんですけど、認知症と思われるような発言ミスがあったりとか、歩いてる最中に階段で足外しちゃうだったりとかっていうので、やっぱりこの人ちょっと頼りないよねっていうシーンがあるっちゃあるんですよ。なのであれがバイデンさんじゃなくて、例えばオバマ大統領みたいな割と若い人が俺政治家やるっすって言って民主党から出るって言うんだったら、民主党の票はもうちょっと増えたと思うんですけど、バイデンだったらまだトランプの方がマシかもね、トランプもいろいろひどいけどっていう、どっちがひどいか合戦にしちゃうっていうのもちょっとどうなのかなと思う今日この頃です。はい。とはいえなんか残念ながらトランプ大統領が勝つんじゃないかなと思ってますけども、ヘイロキさん4年前に2024年のアメリカ大統領選挙にバイデンさんもトランプさんも出馬しませんと言ってましたが、あの時の読みと状況の違いを教えてください。そんなこと言ってたんだ。なんでだろう。なんでそう言ってたかをなんかちょっと教えてもらえませんか。多分僕なりに何らかしらの理由があって言ってると思うので、その答えを知りたい。あの当時でいくとトランプさんの選挙が始まっていて、有罪判決を受けて刑務所に行く、もしくは財産の差し押さえになるっていうので、それどころじゃないよねっていうので多分出れないっていうパターンじゃないかなと思ってたんですよね。弾劾はされませんでしたっていうのと、あとニューヨーク州でやってる刑事裁判の方は未だにやってる最中なので結論出てません。財産の差し押さえも未だにそれが確かにどっか別の州で差し押さえが1回出たかな。あとインディアナ州かイリノイ州かどっちか忘れたけど、どっちかではそのなんか大統領選挙の候補者として名前をその選挙人に登録できないみたいな判決が一応出たらしいので、州によってはトランプさんが年齢的にしちゃうか。それはバイデンさんそうですね。80超えるからもうダメだろうっていうので、僕トランプさんも多分その一回刑務所入ったら人って折れちゃうので、
折れるんじゃないかと思ったんですけど、トランプさん全然折れないっすね。心が折れないっていうところで言ったら、ちょっとトランプさんは予想を超えましたね。刑務所入ってないんでまだ折れてないかもしれないですけど、で、バイデンさんはまあ年齢なので僕は勝てないと思ってるので、なので降りた方がいいんじゃないかなっていうふうに、民主党の中で割と話が広がって、やっぱりバイデンさん以外の方がトランプさんもしくは共和党に勝てるよねっていう流れになるかと思いきや、民主党の中でバイデンさん以外の強い人が出てこないっていうので、結果としてバイデンさんが身を引くこともなく出ちゃうっていうので、そういうので僕の予想が外れた感じじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。